間が経つと慣れちゃうもんですよね。次第にその効果減ってくるんですね。能力を提供して対価を得るわけですけど、慢心するならば日々の努力をも怠るようになりすぐになり下がる。こんにちは、ロンジです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、現在までに300億円以上売り上げた経験から培った組織づくり、育成、思考などをお話ししています。もし興味があったら見てください。今日もお願いします。お願いします。今日のテーマがですね、初心を忘れるな、感謝が全ての原点ということで、はい。これはすごい僕的にもちょっと気になる話題なんで、ぜひ深掘ってお話を伺えればと思います。お願いします。はい。そうですね。お金持ちもですね、時間が経つと慣れちゃうもんですよね。お金も地位も。はい。いやー、そうですね。地位はまだ得たことないですか？なんかもっともらえるのが当然という感覚になっちゃったり、ね、ポジション上がったから偉いみたいな感覚と勘違いとか。でも、ね、会社でも言ってるのは、会社がどれだけ大きくなろうと、あなたがどれだけそのキャリア上がろうと、すべての源泉は僕らは今1個だけですよねと。それはお客様からいただく引っ越し代金だけですと。ただそれの件数が増えたから売り上げが増えたとか利益が増えたっていうだけであって、もらってる源泉はその一つですよねと。これがあって初めて給料って生まれますよねと。本来は会社に来るだけでは給料出ないですよと。売り上げとか利益がなければ会社はすぐに潰れてしまうものですからねと。そんな風に教えてるんですけど、初めて働いて給料もらった時って最初はすごい感謝するんですよ。初めて働いてやった給料もらったぜと、自分が頑張ってもらったお金だと、働かせてもらってありがとうとか、今日のお客様ありがとうとか、思いますよね。でも何度も何度も何日も何ヶ月も何年も給料もらうたび変わってくる人多いですよね。次第に要は会社行って働いたんだから給料もらうことは当たり前でしょうみたいな。ある意味当たり前なんだけど、でもね、そのお客様とか仲間とか、強いて言うのは会社とか、感謝もやっぱり忘れてくるわけですよ。じゃあと言ってですね、より多くの金額をもらったところで、またしばらくしたらその金額に麻痺してくるんですよ。お金って怖いですよね。怖いですね。さらにお金をもらうしかないんですが、次第にその効果減ってくるんですね。要は最初は、じゃあ給料働き出して初任給で25万円ですと。25万もらったぜと。よかったよかったと。いろいろ働くうちにね、長く働いたり、結果が出たり、ポジション上がったりと。じゃあそれが30万、35万、40万と、45万、50万と、どんどん増えてくるんですけど、結局その効果減ってくるわけですね。昔はね、最初の昇給みたいなのも嬉しいわけですよ。確かに。ずっと25万で頑張ってきて28万になったぜ、みたいな。でも、50万もらってる人で、10年働いてる人が、20年働いてる人が、3万上がったぜっつっても、全然そのなんかこう、最初に25万から3万上がったぜみたいな、例えばね、感覚値と、毎回違うんですよね。3万か、みたいな。最初に給料をもらった時ほど感謝の気持ちって出てこないんですよ、ね。いやー、そうだな、確かに。これね、チーム同じなんですよ。あ、そうですか。例えば最初に、うちもそうですけど、例えばじゃあ支店長になったと。最初になった時すごい嬉しいわけですよ。で、俺が慣れたのはね、みんなのおかげだとか、俺を選んでくれてありがとうとか、自然とそういう気持ちもあったりするんですけど、慣れてくると変わんないですね。いいね。安直な考えだと、じゃあもっともっとってお金考えたり、チームもっともっとって考えるんですけど、でも源泉は限りありますよね。無制限には出てこないですよね。変わってないものがありますと。変わってないもの。それは冒頭に言った、ね、お客様からいただく引っ越し代金から給料を支払われるという事実ですよね。うちで言うとね。それは最初も今も変わってないんですよ。だからやっぱりね、絶対に初心忘れちゃいけないんですよね。だって会社に行くだけで給料もらえるって思う気持ちは本来ダメですよ。確かに。そんな言い方で従業員ばっかりだったら会社潰れますよね。そうですね。会社でいう売り上げって個人でいう給料みたいなもんじゃないですか。ある意味ね、法律の問題もあるし、そういうものだから個人はやっぱり時間を価値として提供してとか、能力を提供して対価を得るわけですけど、法律上はね、会社員だったら、会社に来て仕事を一応やっていれば、結果を置いといて給料はもらえますよね。だけど会社ってやってるだけでお金入ってこないじゃないですか。確かに。そこに違いがありますよね。確かに。だから会社はやっているだけで結果出せないとお金は入ってこないし残らないのに、
個人はある意味会社っていうものの箱があれば結果が出なくても一定の給料もらえるわけですよ、でそれは致し方ないことだし別にいいとは思うんですけど、でもやっぱり気持ち的にはね、行くだけで給料もらってるみたいな感覚、別に結果出さなくてもやってたら給料もらえるっていう感覚は捨てないとダメですよね。そうですね、確かに。僕は今40ですけど、あんまり子供の時と今のその要は直近ですかね、若干インフレ的なものはありますけど、高度成長期みたいにお金の価値がどんどん上がっていく時代っていうのはあんまり経験した記憶がないので、ある意味そういう時を除いてだったら、仮に自分が小学生の時に1万円と今の自分の1万円の多分金銭の価値感覚って、皆さん絶対違うと思うんですよね。でも結局1万円は1万円でしかないじゃないですか。自分の価値感覚が違っても1万円という事実は揺るがないんですよね。だから組織もですね、成長すると本人の能力は少しも向上してないのに肩書きだけが立派になったりとか、周りからですね、会社が成長してるからすごいねすごいねってその人が言われたりとか、そうするとあたかも偉くなったかのような錯覚に陥っちゃう人もたまにいるんですよ。なるほど。とにかくでもやっぱ現場だろうが営業だろうが管理職だろうが社長だろうが、どんなポジションだろうとどのような状況になろうとも、僕らは給与の源泉はお客様からいただく引っ越し代金しかないし、ほとんどの人がお客様か、お客様取引先も含めてですねからいただくお金が給与じゃないですか。だからやっぱ初心を忘れちゃった人ってお客様からも会社からも周りからも評価されないことになっちゃうんで、忘れちゃいけないですよねと。松下幸之助さんかな、こういう言葉があって、今の自分が初心の頃に味わった多くの苦しみと長き努力の上にあることを忘れ、元からこのような才能があったなどと慢心するならば、日々の努力をも怠るようになりすぐになり下がるみたいな言葉があるんですけど、まさにその通りだなって思いますよね。だから何か給料に不満持ったりとか、お金もっと欲しいなと思ってしまったりとか、なんか仕事つまんねえなとか、ちょっとやる気出ねえなとか思った時は初心を必ず思い出してほしいですよね。もちろんそういうふうに思わないことが一番ですけど、とにかく初心を忘れず、イコールいろんな感謝を忘れず、毎日一歩ずつでもいいから成長する自分であってほしいなと。なるほど。深い言葉ですね。毎日お忙しいと思うんですけど、初心を思い出す時間とかっていうのはご自身で結構意識的に取られてるものなんですか？やってますよ。僕は朝起きたら、今年だったら今年に決めた自分との約束みたいな。大したことじゃないですよ、内容はね。ただ自分との約束とか、そういうその会社のフィロソフィー、カルチャーブックっていう冊子とか、自分のやることのルーティンに組み込んで、毎日必ずそれを読むとか、聞くとか、そういうルーティンを作ってやってますかね。そうなんですね。もう毎日欠かさずですか？そうですね。すべて100が100できないこともありますけど、基本のところは必ずじゃあちょっとやられてるんですね。そういうことを徹底して。他の人は詳しくは知りませんけれども、すごいな。でもやってると思いますよ。なるほど。ありがとうございます。以上になります。この動画最後まで見ちゃった方とか、少しでも気づきがあったり、良かったなと思える人が少なくてもいてくれたら嬉しいです。